にちは。今回はとわの夕暮れ第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。これはバランスブレイか。ブライ強すぎじゃね。ライトセーバーモブに厳しい。エグプテワロタめっちゃ殺害しとる。どこのジェダイだ。サイコロステーキ。どういう衣装なんだ。時代が進んで石川優位になってしまうのか。サイコロステーキ先輩パンツなのかレオタードなのかが問題だ。そういう感じ。軽快な音楽でブロ。雑魚には容赦ないのな。前期にもこんな服着た主人公いたな。謎のグロ作画のこだわり。容赦ない。ロボット三原則はどうなってるんだ。オーバーキルすぐる中程度の武装ないのかよ。序盤の中ボスくらいかと思ってたら1話で死んだ。オーバーキルすぎる。トワネーが作ったアンドロイドなんだろう。アンドイドのせいで世界滅んだのか。1話はこうじゃないとな。ゼロは見てないんだがどうだった。レールガンだと実体弾が必要やろ。ロボが人間殺しまくるし、そもそも世界も滅んでるし、やっぱ姉ちゃん殺そうとしたやつらが正しかったんじゃないの。殺すならもっと早く殺しとかんと手遅れなっとるやん。プロポーズきた。いちいち文句つける素人はみんでんねん。アンドロイドと結婚か。ミーナやな。そういやカヤノンが使ってた AI の声が石川優だったか。だいぶ違うけどやってることはガンマのガリーだな。ビビーで見たようなキャラ。トワネーに似てるという設定なのか。声からして現代にあった AI だよな。あ、確かにそれだ。よく覚えてるな。人型チェーンバーだなこれ。今のとこ面白い。同意。来週も実況だ。騎士感すげえけどプロ戦闘があるというだけでとりあえず見れそう。これはアンチな老作ののろしなのかも。だけど作風が00年代前半の雰囲気がすごい。エーレカ再放送の補強かな。いや、どう見てもナローの展開だろこれ。なんせ中国には逆立ちしてもできないからな。ヒロインの人殺しするアニメ。トワネーって銃で撃たれた時、あんまり痛がってる様子がなかったんだよな。出血はしてたけど。 PA にしては久々に大衆寄りな構成してきたな。200年間人類は衰退したけど AI は進化を続けてバリアとかビームサーベルとか出せるように。まだわからんぞ。上層部が技術を独占してるのかもしれん。これをヒロイン男にしたのがブレイバーン。まあ面白いんじゃないか。継続や。ヒロインがロボモノは絶対ハッピーエンドにならんからな。最後はアンドロイドが壊れるとかそんなだろう。思った以上に設定がバカバだったな。アンドロイド恋愛ものは大抵バッドエンドだな。アプリはバッドエンドか否か。いろいろ設定ありそうで考察しながらかな。オリジナルだったよな。長いこと眠っていた主人公と女性型戦闘アンドロイドって X アームっぽい。人の切り刻み方が良かったので視聴継続。1時間スペシャルで0は1話見せた方が良かったね。枠が取れなかったんじゃね。世界観がゼノギアスっぽいと思ったけどソラリス的な組織はなさそうか。なんでこんな危険なアンドロイドが放置されてんだ。今までよく生きてられたな。さっきの悪。この主人公のためにしか行動しないんじゃない。もしかしたら主人公のカプセルに近づこうとすると排除に現れるくらいだったのかも。もしやなんとかって言ってたし。サブタイトル的にはアンドロイドと見せかけて頭の中身は人間の女だったりしそうだが。もしくは記憶だけ移植したとか。ゼロは見てないから何が何やら。未来完全懲悪風呂アニメか。いろいろモリモリすぎて方向性が気になります。感情を出さないキャラばっかやな。石川優。あの体皆殺しにしたって村結局皆殺しにされるんじゃないか。大丈夫なのか。まあ今期にしては見れる方だな。あんな凶暴なアンドロイドおる世界とか恐怖世界だろ。今までどう成り立ってたんだよ。メタリックルージュくらいには期待できそうか。と10エンドもあり得る。そういやこれ1話だった。今週は画面上での湾曲はないのね。これのブルーレイは60万枚くらいしか売れなさそう。十分的。
売れすぎじゃい。キャラでも話も画面の演出すらも二昔前感がすごいが、全部そうってことはあえてなんだろうか。素晴らしい出来だ。 TA はほんとつかみからの中盤までは見事な作品を近年作る。思ってた以上にバトルする作品みたいだ。夕暮れ、タイトル回収、無双して求婚。とわの夕暮れはなろう小説だった。これでもまだ序章の序章やんな。世界観の予想はつくけど、物語のうちまでの流れは想像できないな。今後が楽しみ。石川由依さんがまたアンドロイド役をやっている。とわさをモデルにしてアンドロイドのシリーズが作られたのかな。やはり日本縦断系なのかな。めっちゃバトルしていくゼロ話と全然違う。リアタイ勢の誰も展開を知らないオリジナルアニメ独特の雰囲気好きすぎる。世界観が壮大でなかなか楽しめそう。当初は本話か SF ラブコメみたいなもんかと思ってたけど全く違った。世界観の構築がユニークで思いのほかスタリッシュなアクション&スプラッター。いい意味で裏切られました。今期の貴重なオリジナル期待してます。おう、前回の0話から見るのと今回の1話から見るのでだいぶ印象が変わってきそうな構成だな。現代日本よりずっと近未来の世界線のさらにその先が一周回ってどこか原始的なの。なんか妙にリアルだなと個人的には。救世主のあのヒロインはやっぱとわさのアンドロイドとかなのかな。激強アンドロイドのヒロインと主人公の関係性が80年代から90年代の漫画のテイストがします。戦闘シーンへの流れとか戦闘シーンの表現も良かったのだけれど、ラストは4つ足の戦車とか出してほしかった。ヒロインの戦闘力が敵に対してオーバースペックだったので。 PA ワークス制作だし、つかみが気に入ったら見ようかな。程度に見始めたら設定も新境戦闘描写も好みドンピシャで継続確定。話が早い気もするが、前半世界観設定、後半過去編、あわよくばにグルメもいけそうな構成だ。公式サイトにある監督のコメントが不穏すぎるだろ。ポストアポカリプスの世界を管理する組織の名前が OL で、結婚、LC の件でニュースピークみたいな思想統制の存在もわかるの。だいぶ直球な1984年だな。戦闘シーン結構しまくるの良いね。結婚の形が多様という話も出たし、いずれアンドロイドの夕暮れと結婚しそう。戦闘シーンがかなりハードだったけど良いつかみだった。ゼロ話の謎湾曲フレームと強盗の言語理解。戦闘中に鉄パイプを的確に当てて驚く様からして、アキラはサイボーグになったか。夕暮れ的なアンドロイドで記憶だけ移管されてるパターンでしょ。結婚って何？エルシーでしょって剣からラスト結婚してくださいで、この AI が旧世界とつながりがある何かって設定を見せる。見せ方が後世にはまっててよかった。いかにもな敵がいて、階級の上の人が下の人をボコボコにできるくらいには上下がある社会。本当にやりたい放題できる。コールドスリープに入れたのは親父の可能性もあるけど、あの時点でトワサが自身に一木島を移植していたとすると、最後まで戦いながら徐々にサイボーグ化していったは良いけど、どうにもならなくなったとか、トワサの意識が保てなくなったとかみたいな感じ。アキラ、私と結婚してください。200年経ったけど、これプロポーズの返事でしょ。トワサが AI に組み込んだのかな。何もなければ結婚して幸せになるはずの2人だったんだ。切ない。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。